よし、できた。はい、皆さんこんにちは。今日も見ていただいてありがとうございます。で、今回はですね、ちょっと今すごい狭いところにいるんですけど、今見ていただいてね、わかる通り、こうフレームも、あとこの天板も全部ね、合板でできたテーブルを作っていました。でね、これね、今見ていただいてね、わかる通り、ここで使うものではございません。資材とかね、いろいろ置いてある倉庫があるんですけど、そこでね、デスクワークをやりたくて、そのためにね、こんなようなテーブル作っていました。デスクワークって言えばね、やっぱりなんかこうパソコンとかさ、タブレットでなんかここでなんかやりたいわけなんですよ。で、その時にね、やっぱりこう電源コードいるじゃないですか。あるいはね、LAN ケーブルとか。なんかそういうものをね、ここからこうやってね、で、こっちの方からビューってね、出すように。で、ここ開けると、はい、こんな感じで開くようなものになってるんですけど、これね、3D プリンターで作りました。で、それをね、今ここ最後にね、組み込んだとこでございます。で、今回ね、こんなようなテーブルを作ってみたんですけど、ポイントがね、いくつかございます。で、まず一つはですね、このデザインですよ。で、これね、そっちからね、見ていただいてね、わかる通り、全部ね、この合板特有のこの積層のデザイン、これをね、そのまま活かす、そんなデザインになっております。で、あとですね、どうですか？自分がね、両手広げても届かないくらいの大きいテーブルになっております。で、これでね、何人かの人でね、ここでデスクワークしたいわけなんですけど、とは言ってもですね、倉庫なので、普段ね、一人しか多分いないと思うんだよな。で、そうなった時にね、ちょっといろいろなこう資材とか動かす時に、このテーブル自体もね、容易に動かせるように、一人でも簡単に動かせるように、そんなようなことも考えてみました。あと当然ね、テーブルとして使いますので、十分な強度、これもちゃんとね、あるようなデザインとして、このようなね、骨組みを組んでおります。で、あとはね、なるべくシンプルにと思って、こんなようなものを作ってみました。まずはね、この組み立てる様子、このフレーム、これをね、作るところから見てみてください。
はい、こんな感じで各部材を切りまして、次はね、いよいよ組み立てていきたいと思うんですが、今切って加工した部材、まずここのところ、これお互いのところを 15mm 書き込みました。で、それをガツッとね、合い書き状態でお互いがぴったりと合ってます。で、次にこの横部材と縦の足の部材、ここも数ミリ横の部材が食い込んでます。どちらもぴったりとはまることによってこのガクガクみたいなそんなのをね防ぐことができますんで、そこの部分は頑張ってねやっていきましょう。
はい。では最近自分がハマってる 3D プリンターで何か作るっていうことなんですけど、これも 3D プリンターで作ったんですけど、これ以外に、はい、動画内でも出てきましたこいつ、これもねすごくいいと思うんですが、他にもねいろいろ作ってみました。でまず一つがですね、じゃん、これでございます。でこれ何かっちゅうと、普段はねこのような植物の形してるんだけど、これ一個一個を簡単に外すことができてコースターになるっていうね、そういうものでございます。今回のねこのテーブル作るっていうことに対しても、やっぱりさ、なんかみんなこう集まった時になんか飲み物を一服するとかね、そういった時にこれコースター代わりに使うことができて、で普段はこういう風にね、インテリアとして活躍してくれるっていうね、これなかなかいいなと思って作ってみました。で次にね、やっぱりねこういうテーブルだといろいろねこう引っ掛けたいじゃないですか。ですんでね、やっぱりこういうフックですよ。まずねこいつなんですけど、これはねこういう端っこのところに簡単にねこうかけることができるフックです。はい、こんな感じでテーブルの端にバッグとかをねかけることができる。で次にこいつ、はい、こんな感じでここの幅を合板の幅にぴったりで作りましたので、サクッとはめることができてぴったりです。でここでもねなんかかけることができるじゃないですか。でもうちょっとねサイズ考えてやれば、そうだな、総合的にはねなんか丸棒をこうかけとくとかさ、なんかほうきかけるとかさ、なんかあるじゃないですか。なんかそういうのにね、いろいろなことにね使えるんじゃないかなと思ってこんなのも作っていました。であともう一個これなんですけど、これはねちょっとテーブルに関係ないかもしれないですけど、こんなフックもあるんだな、すごいなと思って作ってみたものなんですけど、こういう感じでね展開すると S 字フックになるっていうやつです。でこれね形状からしてねそんな強度はないと思うんだけど、どっかにね、こう底内でね何かかけるときにねこう使うことができるんじゃないですかね。で使わないときはねこうやって畳んでおけば、なんつうのかな、キーホルダーにもなるのかな、これそんなような使い方もできるフックです。はい、っていう感じで 3D プリンターで何か作るっていうものにねすごくハマってる自分ではありますが、いやそれにしてもさ、これすごいよな。こういうものがね作れるのもやっぱり 3D プリンターですよね。本当に時代ですよね。すごいっすな。だいぶ外の天気も良くなってきたかな。外行ってみますか。よっ。やっぱりねこうやって車輪つけたからさ、一人でもこうやって簡単に移動することできますよ。これね倉庫内であればもっとね平らだからいい感じで移動できるんじゃないかなと思います。いやでもなんかこういうアウトドアで使うのもこれありかな。でも塗装しなきゃだねこれね。で足のところもさ、手前のところは傑作だからいいんだけど、こっちの方は逆側はね木のまんまだから、これちょっとまずいやな。はい、ということで今回は合板からこのようなテーブルを作ってみる動画でした。いかがだったでしょうか。この合板特有のこの積層を出したこのデザインが自分的にはね結構好きなんですけど、気になる方いらっしゃいましたら是非チャレンジしてみてください。で皆さんねお気づきかもしれませんけど、椅子が欲しいですよね。これテーブルだけね今回作りましたけど、またいずれ椅子も作っていきたいと思いますので、その動画も、できましたらアップしていきたいと思いますので、その際はぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。